木々と草が生い茂り、住民たちはそれぞれにつつましく暮らすだけの貧しい島、江所島。現代で島作りを任されていたもずくは、ある日、過去の世界の江所島へと転生する。それをきっかけに、江所島は豊かに生まれ変わっていき、ついに江所島が完成した。こんにちは、もずくです。ついに和風がテーマの江所島が完成したので、今回は島のお散歩をしていきます。江所島は江戸時代にあった架空の島という設定なので、家具もなるべく時代に合ったものを使っていたり、架空の島という設定を生かして日本にはなかったであろう植物を取り入れて江所島の土地の特性を出したりしています。そんな江所島の世界をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは案内所から順番に歩いていきます。どうぞ。まず案内所は現代という設定なので、石獅子がいる鳥居をくぐって境界を越えます。崖、滝を使ってさらに川をジャンプするアクションを挟むことにより、時空を超えるというイメージを表してみました。ちなみに案内所右側にも同じように鳥居があるので、お好きな方をお進みください。そのまま下に進むと飛行場前にたどり着きます。ゆとりがある広さでたくさんの人が行き来できるようになっていて、囲われた建物で島の外からやってきた人の荷物チェックや取り締まりをしています。ちなみにこの時代の人たちは飛行場は船着き場に見えています。左右どちらに進んでもらっても大丈夫なんですけど、宿を先に取った方が安心かと思うので右に進みます。もともと山だったところを開拓したので、木は針葉樹がメインに生えていたり、地面の岩もゴツゴツしていたりします。左に見えるのが本館、右が別館です。本館の真ん中の部屋は受付、左の部屋はご飯を食べることができ、右の部屋は別館に移動する入り口になっています。そして2階は温泉になっているので、のれんをくぐって靴を履いて障子のドアを開けてお入りください。別館は真ん中のエントランス以外客室になっています。すでに埋まっている部屋もありそうなので、空いているところにお泊まりください。では宿を決めたのでお散歩を再開します。そのまま右に進み、砂浜に出て下に行くと仕立て屋さんがあります。外観が思いっきり洋風なんですけど、この場所は他の島からやってきた商売人が小さな港で商売をしているという設定です。砂浜をどんどん進んでいくと、河口の向こうにキャンプサイトが見えてきます。ちょっと戦国時代寄りにはなってしまうんですけど、キャンプサイトは陣幕に見立ててみました。本来だと戦の際に大将が指揮を執る場所なんですけど、時代に合わせて他の島に出向く際に作戦会議などをする場所という設定にしています。そして左に進むとたぬき商店があります。たぬき商店はそのままで売り買いができるという設定で、どちらかというと地元の人たちがよく使うお店という感じです。で、2つの階段を上って東屋をくぐると大きなお城が見えてきます。姫路城のお城にお城がたくさんくっついているみたいなのがかっこいいなと思ったので、サブ住民のお家横に動物のお家を建ててみました。ちなみに姫路城を参考にしたのはたまたまなんですけど、このお城は秀吉様が住んでいます。左に進むとお花畑が広がっています。江所の土地に生える特産花設定のアネモネをメインに自然にできた花畑に見せたかったので、馴染みのいいお花を組み合わせています。奥からも進めるんですけど、ここからは行かずに
鶴を使って次のエリアまで近道します。少し怪しげな門をくぐると大きなお屋敷にたどり着きます。ここは忍者屋敷になるんですけど、忍者は素性を隠して生活しているので、ゲノコロに住む人たちは忍者がいることを知りません。お屋敷の大きさ的にかなりの数の忍者が住んでいるんですけど、周りの建物はそれぞれが住んでいるお部屋、奥に見える建物がメインの建物になります。真ん中が玄関、そして居間、左がお風呂、右が食堂、奥が中庭、2階が一部の忍者の寝床になっています。忍者ということを隠しているので、一見普通のお家なんですけど、よく見るといろんなところにつながりそうな扉がたくさんあります。そのまま忍者屋敷を進んでいき、左の東屋をくぐって奥に進みます。海沿いの階段を上ると2軒のお家が建っているんですけど、ここにも忍者が住んでいます。手裏剣や刀を使った武術を得意とする忍者チョロ吉、分身や毒を使った特殊術を得意とする黒兵衛の2人です。それとお城からちょっと離れてしまったんですけど、針葉樹の裏に土管が置いてあるので、そこから秀吉様のところまで行くことができます。では忍者屋敷を抜けてずーっと左に進みます。ここは民家の裏になっていて、島の外から来た荷物を運ぶための荷車が置いてあったりもする場所です。ちょうど見えている船でもしかしたら怪しい取引が行われていたりするかもしれません。では表側に移動します。ここはたくさんの人が住む住宅地です。商人たちもたくさん住んでいるので、かなり賑わっていて、別の島から移住してきたオーベル持ちの源氏がこの町を仕切っています。なので家に入ると玄関だけで 6×6 の空間が使われています。そのまま坂を登り、山の中を歩いていきます。そして今度は坂を下り、町屋通りにたどり着きました。この辺りは陶器が有名なので、陶器屋さんやその陶器が出てくるご飯屋さんが並んでいます。奥には湖に浮かぶ鳥居も見えるので、観光におすすめのスポットでもあります。で、そのまま左に進んでいくと砂浜に出ます。奥には立派な建物が岬に立っていて、このお家には岬の形が拳に似ていることから名付けられたサブ住民の拳ちゃん一家が住んでいます。真ん中はおばあちゃんとお母さんが働く団子屋さん、2階はおじいちゃんの寺子屋、地下はお父さんの道場になっていて、さらに右は拳ちゃんとお父さんお母さんの部屋、左はおじいちゃんおばあちゃんの部屋、奥が台所になっています。岬を右に進むと、次はネズミだけが住むネズミの里にたどり着きます。ネズミたちは里のみんなで協力して食べ物を蓄えているので、後ろには大きな蔵があったり畑もあります。ちなみにここには後で出てくる集会所で働くトメちゃんと医者のラッキョが住んでいます。設定ではもっとたくさんネズミが住んでいる設定です。では砂浜をずっと下に進み、東屋をくぐります。町屋通りの外れにも少しお店があったりするんですけど、そこを抜けると民家にたどり着きます。このお家の内装はアプデ後に作ろうかと思っているので、今は空き家になっています。ちなみに周りの建物もそれぞれ民家という設定です。そして門をくぐると砂浜に出ます。門の左右も民家が建っている設定なんですけど、右側にある建物は町屋通りで働いている忍が住んでいます。
そのまま砂浜を進むといろんなお家の洗濯物が干してあって、また別の民家が並ぶ町にたどり着きます。まっすぐ進むと町屋道義につながっていて、この町には町屋道義で売られている陶器を作っているアーシンドと漁師の貫禄が住んでいます。そして川沿いを歩いていくとアネモネの小道があって、その手前にはお墓と一軒ポツンと畑付きのお家が建っています。ここには集会所メンバーでもあり農家の時男が住んでいます。では小道に戻って坂を登ります。奥に見えるのが集会所で、周りの建物は島でのイベント時に使う道具などがしまわれています。集会所は真ん中がエントランス、奥が会議室、左が客間の鶴の間、右も客間でここは龍の間。地下は開拓途中でお家がなかった人たちが寝泊まりもしていたり、大きな会議やイベントで使う大広間になっています。そして2階はもずくの自宅です。ではそのまま左に進んでいきます。ここはなんてことない場所なんですけど、下の町が見える景色が気に入っているのでご紹介してみました。他にも角度を変えると見え方が変わる場所もあったりするので、ぜひいろんなところでカメラを開いてみてください。そのまま進んでいくと次は渓谷が見えてきます。手前に見える船は漁師の貫禄の船で、一応町屋道義裏の山から鶴を使って下に降りられるようになっているので、よければ降りてみてください。そして集会所の前を通って最初の場所に戻り、教会をくぐって現実世界にお帰りください。いかがでしたでしょうか。これで江ノ黒島のすべてをご紹介し終わりました。今までのテーマで一番時間がかかってしまったんですけど、ずっと最後まで待っててくれた皆さんありがとうございます。アップデートも江ノ黒島に関する動画が数本出る予定ではあるので、スピンオフ的な感じで楽しんでいただけたらなと思います。そして今回もスリーピー島に続いてストーリーしまくりなので、もちろん短編映画の制作もしていきます。この動画に関しては正直どのくらいかかるかわからないので、頭の片隅くらいに覚えててもらえたらなと思います。ということでぜひ江ノ黒島に遊びに来てください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。